こんにちは。今日はね、ピストルやっていきたいと思います。っていうかね、私は今までほとんど火薬を使ってないので、シンプル構造の銃器を作って基本的なところを掴んでいこうってなところですね。ということで行ってみましょう。で、まずは火薬の動作確認。こうやって合金の塊に火薬をくっつけて、ここに小さく切った鉄の刃をくっつけます。飾りも何もないんだけど、基本構造としてはこれが一番シンプルな銃と言っていいでしょう。で、火薬を熱すると爆発して先につけた鉄の刃が飛んでいくってな仕組みなんだけど、飛んでいってないですねこれはこの世界では薄いものをくっつけようとした時にそれが無視されるってな法則が関係してて、うまくくっつくこともあるし、くっつけるコツとかもあるみたいなんだけど、うまくいかない今回はある程度の厚みを持たせることで解決しときましょうかね。これでもっぺん試してみると、全然見えなかったんだけど、スローで見てみるとちゃんと壁に当たってその後落ちてますね。要塞の壁は硬すぎるのでダメージが入ってないんだけど、草だと7000ダメージくらい入ってます。十分すぎるダメージですね。よし、火で爆発することは分かったので、次に電気で爆発させてみましょう。火だと起爆自体は簡単なんだけど、着火の仕組みをコンパクトに作るのが難しいのと、燃え広がったりするっていうデメリットがあるんでね。前回もやった通りタングステンに通電させてその熱で爆発させるって仕組みなんだけど、電池1本だと時間がかかるし発熱が弱いかな。とりあえず8本持ってきて、これを合金の棒でつなげれば発電量が上がるはず。さっきよりも格段に早く高熱になりますね。これで試してみると、煙のせいでダメージが見えなかったので、もっぺん6000くらい入ってますね。着火の仕組み以外は変えてないので当たりどころによる差だと思うんだけど、どちらにしても十分ですね。よし、じゃあ飛距離がどのくらいあるのか、あっちの壁まで届けば十分なんだけど、あれ？どこ行った？狙いがずれたのもあるんだけど、はるか遠くまで飛んでました。飛距離も十分すぎますね。ここまで試した火薬は 0.3 キロなんだけど、ビーム砲を破壊するにはもっと小さくして大丈夫そうですね。なので適当に小さくって適当に厚みを持った火薬をいくつか切り出して、さっきと同じようなシンプルなピストルを量産していきます。この辺は単純作業の繰り返しなんだけど、注意するポイントとしては、こ
の世界では物を小さくしすぎると消えてなくなってしまうので、比較的簡単に手に入る鉄とかはいいとして、火薬などのレア素材は無駄に消してしまわないように注意しましょう。で、ピストル自体はこんな感じで作ってみました。さっきより小さくしたのと、グリップみたいな部品をつけただけのシンプル構造ですね。この構造だと一発しか発射できないので、同じようなのを8本作ってあります。じゃあ電池はどうするのかというと、じゃん、こちらの装置を用意しました。発電用のバッテリーとウェポンラックと盾を兼ね添えた装置ですね。この合金部分に銃を接触させると、よし、ちゃんと発射できますね。そしてこの絶縁体のゴムパーツの部分にピストルを並べていきます。本当は引っ張ったらさっと抜けるような仕組みが欲しかったんだけど、とてもこのサイズで実現できるような気がしなかったので、シンプルに接合しといて外して使う設計です。磁石みたいな素材があると作れそうなんだけどね。よし、これで今回使いたい装備は一式揃ったので、試し撃ちをしながら、さっきみたいに銃弾が飛ばないものがあれば直したりしてます。この盾はプレイヤーと電池を火薬の反動ダメージから守ってるのと、銃同士の誘爆を防いでます。盾も火薬の反動でダメージを受けたりはしてるんだけど、何回か試してみても8発全弾撃ち尽くすまで耐えられるので、実用に耐えうることを確認済みです。よし、動作に問題がないことが確認できたので、いよいよ実際に戦ってみましょう。敵の近くまで移動して、いざ。なかなか当たらない狙った場所よりもちょっと上に飛びがちですね。ちょっとね、これ一人称で録画してるとき、実際に見えてる視界よりも若干下になるみたいで、視点を変えてみるとこんな感じなんだけど、どのみち弾が小さいのと弾速が速すぎるせいで、正直どこに飛んでいってるのかは見えてないですねどれもちゃんと発射できることまでは確認済みだし、たまに壁とか柱に当たったりしてるので、何かに当たらない限りは遠くの空に飛んでいってるんでしょう。そんな感じでひたすら撃ち続けてるんだけど、柱を破壊してビーム砲を落としました。あとはあいつを狙えるかどうか。地面に転がってる分には地面で跳ねたり滑ったりしてもダメージが期待できるので、柱の上に立ってるよりも可能性は上がるんだけど、ダメですね。引き続き何回もやり直してるんだけど、どうも何回やってもビーム砲を撃ち抜くのは難易度が高すぎる気がするので、この辺りからまずは柱を狙う作戦でやってます。と、ここで不発弾ですね。さっきから何回も撃ってるので、
銃や仕組み自体には問題がないことは確認済みなんだけど、やっぱり一定確率で起爆しないことがあるみたいですね。ちなみに前回もこの現象が発生してたんだけど、有識者からのアドバイスで松ぼっくりを挟めば改善するらしいですね。それは次回試すとして、バッテリー切りか。こうなったら敵のビーム砲で起爆できるかな。この銃でビームを受け止めるまではいいとして、ちょうど火薬の部分に当てないといけないんだよね。っていうかね、こんな小さいものでビームを受け止めること自体がそれなりに訓練が必要なんだけど、それでさらに狙いをつけるなんてゲートはさすがに無理ですねにしてもね、さっきから何回もやり直して射撃もだんだん慣れてきたので、柱にだったら 30% くらいの確率で当てれるようになってきました。これで柱を倒した後に残弾数がいくつあるかなんだけど、残念。最後の弾でやっと柱が倒せましたね。使った後の銃がその辺に転がってるので、そこからタングステンを集めて武器を作れば、こうやってビームを防ぎながら近づいて、えいやってな方法で倒せたりもするんだけど、これだと銃で倒したことにはならないので、なかったことにしときます。で、自分で言っといて忘れてたんだけど、こいつは盾としての性能もあるので、ビームの射程外から狙う必要はないんだよね。もうちょい近づいてから狙えばいけるんじゃないか。なかなか惜しいところまでは行くんだけど、柱を壊した時点で残弾数1とか2になっちゃうので、なかなかビーム砲を倒せない。おっと、銃が全部吹っ飛んじゃったように見えたんだけど、当たりどころが悪くってゴムパーツが吹っ飛んだだけですね。拾って撃ってると、よし、3発で柱を倒しました。残り5発あればいけるか。いっぺんウェポンラックに乗せといて、一つ一つ丁寧に狙っていくと、よし、最後の一発でビーム砲を破壊することができました。ということで、結構何回もやり直したとはいえ、要塞の攻略がまた一歩進みました。って言ってもね、前回といい今回といい結構頑張ってやっとビーム砲1個ずつ倒す感じなんだけどまあ今回はね、初の銃撃戦ってことで実験と練習の要素が強かったんだけど、この辺を活かせばさらに強い銃器を作れるんじゃないか。ということで、次回はロケットランチャーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で